もう頑張るしかないからみんなついてきてって信じは思いました。ありがとうございます。もうなんか泣けてきちゃったで、このガチャリックスピン5期になるまでの話をね、まだ流れを知らない人もいると思うので、ちょっと話をしていこうかなと思うんですけど、もともとは新しいメンバーを2人入れようと思ってたんですよ。でその時に、アンジーともう一人センターボーカルをやる予定だった子がいたのね。でもその子はね、すっごい真面目な子でプレッシャーをすごいやっぱ感じてしまって、発表の5日前に辞退したいっていう連絡が来たんですよ。ちょっと待ってください。そしたらなんかアンジーがあたかも真面目ではないみたいな言い方になってると思うんですけど、全然感じてないでしょ、プレッシャーとか。いやいや感じてますよ、私だってそっから本当にそのセンターボーカルの子がやらないって話になって、どうしようか、そっかじゃあドラム見つけようって話になって、それがおかしい、それがすごい発想がやばい。でもでもいいドラムがいないとその形はならないからね、伊藤じゃんって話になって、ちょうど花さんがその時レコーディングしてたのよ。そう、ドラムレコーディングしてて、でゆりちゃんに電話して、ちょっといろいろあってドラムオーディションやろうと思うんだけどすっごいびっくりして「ドラムですよね」って言いました。ドラマーがドラマーにドラマオーディションを受けるその後にリハに入って、やっぱこれ面白い感じできるんじゃないかってなって、ゆりの加入が決まって、このツアーから、この第5期としてスタートになりました。今までの流れで言えば、じゃあパフォーマーをね入れればいいじゃん、入れると思ってた人もいると思うんだよ。そうじゃなくて、自分たちがいいな、このメンバーとやったら面白いことできるなっていう思ったメンバーがね、今最初に見つけたのがアンジーだった。でそっからいろんなことがあって、じゃあ花がギターボーカルやろう、じゃあでもいいドラム見つけたいな、でもやっぱそういう一緒にやりたいって思うメンバーじゃないとやれないよね、ゆりがいたっていう。でこの2人がいるから、じゃあどういう動きを作っていくかっていう。だからもちろんいろんな意見があって当たり前だなって思うわけ。今までと違うわけだからさ。でもこのメンバーとやりたいってメンバー同士が思ったから、この5期を私たちはこのツアーで作って10周年挑んでいきたいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。出るね、お前もうね、今を全力でやるしかねえじゃんって思ってます。でなんかもう常に最高で最強で居続けるガチャピンだから、なんか不安はないです。5期が一番最高最強になるし、もう頑張るしかないからみんなついてきてって信じは思いました。ありがとうございます。もうなんか泣けてきちゃったこのお母さんがこの子犬を拾ってきましたで気づいたら4回目ぐらいのライブでもうなんか何十年いたみたいな感じの顔して前に立ってるんで、そのお母さんねすごい苦労されたでしょうね。お母さんもうね、何回ここに立ってって言ってもあっち行ったようなもんだった本当しつけが大変だったでしょうね。いろんなバンドに勝つことも難しいんだけど、過去の自分たちに勝負していくっていうのもすごい大変なことじゃないですか。でもそれをそんなこと言わないもうちょっと一旦あっち行って待てこの志村動物園みたいな並んでもらっていいかな。でもなんかこれだけこう思いを込められるっていうのはすごいことだなと思ってて、生きてて、30年ぐらい生きてて、でもだから今がすごい一番楽しいし、そういう風に思えるみんなと、でここにいるみんなと一緒に生きていることが奇跡だって最近思ってるんです。また泣いてる今日泣かしてやろうぜでも本当にこうやって来てくれるみんながいて、ここにいるこの変な人たちがいて私はすごい幸せだなって今思ってます。音楽ができてて、だから、これからもこの人たちもこっちもよろしくお願いします。5期のことをもっともっと今日は知ってもらえたかなって思ってます。これからもいろんなことをやらかすガチャリックスピンですが、ついてきてもらえたら、一緒に走ってもらえたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。選ぶ日が来るだろう、明日が
の時かもしれない、そういつも思って怖くて、だから